こんにちは。ギルクエソロの旅、パート13やっていきます。今回は、タイトルにもある通り、発掘とイベクエ装備なしでプレイするよ。相手は、レベル140のラージャン1頭ね。1から 4G を始めた人が、ギルクエに着手する体ですね。3DS のオンラインが、2024年4月に止まって、4G でマルチプレイができなくなったけど、当然ながら、イベクエやエピクエの新規ダウンロードもできなくなったんだよね。仮に、今から 4G を開始する人は、イベクエ関連の装備が作れないんですよね。まあ、ダウンロード済みの SD カードを自前で持ってたり、知り合いに借りれる人はまだいいけど、未プレイの人が 4G ってどんな感じなんだろうって触った時、この問題に直面するね。マルチプレイ負荷についてはプレイヤースキルでなんとかできますが、装備が作れないのはどうしようもないですしね。人によっては、マルチより DLC の方が困りそうです。ということで改めてだけど、今回は DLC ともちろん発掘も一切なしで、ギルクエ代表格であるラー140に挑戦していきたいと思う。スキルは4つだけですが、対ラーの最低限って感じです。GX ハンターが使えないから、これ以上のスキル追加はお守り次第になるね。今回使用する5石は、KO1 のスロット3です。KO は発動しないので、スロットだけ利用します。スロ3だけなら、ハードルはないも同然だね。防具は、ミラールマヘッドが難しいくらいですが、銅のエコール X がちょっとクセモノです。素材のドスクワアゲハがフラットハンター限定なんだよ。5、6回派遣して成功は2回だけだったね。なお、虫取りで、一生出ないと思ったら、ドスツのアゲハと間違えてたのは秘密です。ちなみに言うまでもないけど、武器はローグレギオンだよ。ブラックミラブレイドはイベクエないと作れません。まあ、ラージャンで採用されるのは、もともとログレギのが多いと思いますが。ログレギ以上を持ちたい場合は、それこそ発掘狙いになるね。そう考えると、しんどすぎますね。さて、じゃあ気合い入れてきますか。いつも、ラージャンははしょりがちなんで、じっくり体験の立ち回りに触れるの新鮮です。そうね。ただ、スキルの関係で若干火力不足だから、イベクエありの装備とは、ちょっとだけできることが変わるよ。なお交流石は、効果時間重視で、ゴム撃と対象にしています。初手、気づかれなければ、石ころ投げよう。発見時モーションでうろうろされるのを防ぐため、敵対状態を確定させてます。基本的な立ち回りだけど、効果してなければ、ずっと腕狙いでいいよ。腕を殴って転倒させ、さらに抜刀ダメを入れていきます。極限中で、かつ合撃を解いてれば、この装備でもため2回で転倒が取れるよ。今回の初動は、あまり貯める隙ができてないね。こういう時は、抜刀切りでお茶を濁そう。ログレギの切れ味回復効果がいきますね。あ、それと、振動とかバクステ削りとか、たまにフレーム回避を使ってるけど、これは頑張って慣れよう。レベル140にするまでに、自然とできるようになるはずです。ソロで育てるの面倒ですけど。もし、なんとか石1個で解除完了した。解除はダメージでなくモーションチーゾンなので、スキルが漏れなくても問題ありません。今のプレスは、向かって左の判定が強いので、右に抜けるようにしよう。威力値は低いので、最悪ガードで大丈夫です。2連ステップは高確率でバックジャンプするので、ダメチャンスだよ。ステップの開始位置で待つといいです。ラーに近づきすぎないように注意。お次も確定行動だね。サイドステップ、回転、ビームだ。ビームの上半身に判定あるので、ちょっと距離を空けて貯めましょう。この辺の距離感は慣れだね。この高速攻撃はボーナス行動だけど、舐めてると捕まるから一応注意ね。肥やし玉がもたつくと、めちゃくちゃ削られるので油断は禁物です。肥やし玉は、ラーに移動させる効果はないけど、高速解除はちゃんと機能してくれるよ。普段は移動するまでもないけど、至近距離で当てられたらさすがに臭いんでしょうか。それはラージャンにしかわからないが、そもそも移動させる効果って匂いから来るものなのか？まあそれ言ったら、ペイントは大丈夫なのかなって思いますが。あれも、匂いと色で追跡してるみたいですし。おお、単発ビームか。今回ボーナス行動ちょい多めか？ビームにすぐ反応できるように、あまり距離を空けすぎないようにしたいですね。ちなみに、効果中は後ろ足が柔らかくなるから、
この装備でも2回で点灯取れるようになるよ。効果してない時は、ダメ2回と抜刀1回が必要でしたね。この辺が、ちょっとばかし火力不足を感じます。ここからスキルを追加する場合は、まず弱点特攻を狙いたいところだけど、弱特発動には、ダメ短縮6、スロ3クラスのお守りが必要になるね。めっちゃ神馬ってほどじゃないですけど、それなりに強力なお守りが必要なんですね。その点、GX ハンターがあると、弱特入りがお守りなしで組めちゃうから。やっぱイベクエなしは、だいぶ重いハンデになっちゃうと思うね。GX ハンターが結論すぎるんですよね。今のところ地味だけど、電駆使終わりの振動はかなり広範囲なんで、結構大げさに避けるようにしてるよ。振動やられにも大小があって、大だと次の被弾が確定するレベルなので、振動のフレーム回避は、なるべく成功させたいところです。この空中ローリングは、怒りだと2回だね。怒り値より、1回あたりの移動距離が長いので、感覚でため位置を掴んでいこう。点灯ループが取れてれば、最極限でも比較的楽に解除できます。この辺は大剣の特権だね。と思ったら降下しちゃった。こうなると点灯は狙えないな。この状態だと、頭、腹、尻尾しか歯が通りません。体験ならまだ狙えますが、打武器にとっては地獄の時間です。この岩を掘る行動、頭を直接狙えるんだけど、振動と腕端からを嫌って、安定卓で尻尾を殴ってるよ。このビームも、位置が良かったので殴れてますが、本来はダメを当てるのは難しいです。突き出す腕に当たるリスクがあるんで、腹を一発狙うのがせいぜいだね。幸い、伸びをするような動作なんで、腹は狙いやすくなってるよ。極限と効果が重なった場合は、無理せず一発ずつ削っていくのがいいと思います。交流石の時間は気になるけど、本体であれば、ほぼ切れる心配はないよ。むしろ、無理してキャンプ送りになると、その瞬間に石切れちゃいますからね。今更だけど、この仕様やばすぎるよな。ちなみに今、動画では石使ってないが、これはエリチェン見越してのものだね。ただ、言った通り時間は問題ないんで、別に使ってよかったな。ちょっと反省。普段、進撃と対象で回ってるので、その癖が抜けてませんね。ここは、モーション終わりに攻撃が当たるよう、タイミングを測って貯めてるよ。ラージャン側のモーションが終わるまでは、点灯ダメージに達しても、ひるみがスルーされるので、モーション終わり、ジャストを狙ってます。意外に猶予がなくて、疲ることもあるけどね。最速でステップ出されると、本当に一瞬しか猶予がないんですよね。ようやく移動か。最極の時間を稼がれなかっただけいいか。移動してきたよ。この装備だと、だいたい最極3回目が終わるとクリアになるくらいですかね。そのくらいね。もうちょい火力あると2回で済むんだが。怒り中のローリング。これで2回目ですかね。これの避け方も慣れるしかないんだけど、1回目をくぐって、あとはまっすぐ走ってれば、ダメの位置になってる感じかな。文字で説明するの難しいですね。あとは、それぞれに振動があるんで、それに捕まらないことと、最後の滑り込みの距離が意外と長いので、気合い入れて走るくらいかな。極限中は威嚇モーションも速いので、さっさと貯めないと間に合わないことがあります。ギルクエをやった人なら、ラージャンとの交戦機会は多いはずだけど、やっぱり、細かい立ち位置とか大ブレンドが出る印象だね。本当に慣れないうちは、耐震をつけて練習するのもいいと思います。そうね、我々も最初は耐震入りでやってたし、ラージャン時代になれれば、耐震なしでも意外とやれるじゃんってなるはず。言った。おいふざけんなこいつ。このコンがかなりやる気ですね。ここまで邪魔なのも珍しいんですが。削られるのはまだいいんだけど、ためを潰されたり、ヒットストップが余計に発生したり、邪魔な時はとことん邪魔なんだよな。ラージャンそっちのけで掃除するのも大変なので、祈るほかありませんね。同じクエストの同じエリアでも、違う小型が湧くことあるしね。コンガはまだマイルドな方ですかね。それでも邪魔ですけど。ブナハの方がまだマシだよ。あいつらあんま近づいてこないから。ラージャンとの交戦中に仕掛けてくるって、どんだけ命知らずなんでしょうか。さあ、同じガジューシュとして触発されるところがあるんじゃないか。似てるのは姿形だけですけど。こいつらの共通モーションってほぼないよな。プレスくらいか？まあ、
ラージャンがガジューシュの中で特別なだけの気もしますけどね。中間ポジションのドドブラがいないから、そう感じるだけかもな。一応、ドドブランゴは素材だけ登場してますが、用途が上位防具だけなので非常に影が薄いです。マジで素材の存在すら忘れてる人結構多そうだよね。ドドブラくん、ダブルクロス以降見かけませんが、復活できるのでしょうか。ほい、再度エリチェンしてきたよ。ナイス解除です。陶器効果にかぶったけど、出始めは効果前の肉質になるんだよな。数少ない温情ポイントですね。最極3回目が終わったので、もう体力は残り少ないはずだ。このエリアは、かのくんちゅうくんもいるので、なるべく長居したくありません。コンガと違って吹っ飛ばされることはないけど、ため切りを弾いて阻止してくるからな。チャンスは潰される。被弾リスクが増える。切れ味を余分に消費すると悪意の塊です。レギオンは、特に切れ味消費が痛いからね。攻撃と回避の回数が釣り合わないと、当然ながら切れ味は維持できません。見ましたか皆さん。これが、そこすらない悪意ですよ。元ネタでは、悪意と書いて進化と読ませてますが、君中は MH4 初登場なので、100% 悪意しかありません。今の一瞬で、切れ味、体力、そしてやる気の全てを失ったよ。やる気だけは頑張って保ってください。もうちょっとですから。こいつがワイルズに登場するかもと考えると、ざわざわしますな。ワールド以降の現代モンハンに慣れたプレイヤーが、この理不尽仕様に耐えきれるでしょうか。さすがに調整されるとは思うけど、少なくとも硬くて転がることは確定だろうしね。いいモンスターにはならんだろうな。まあ、登場しない可能性も全然ありますが。移動した。これで休眠に入ったかな。休眠したら討伐確定です。20秒ほど待って突入すると眠っています。はい、お疲れ。タイムはギリ15分いかないくらいでした。ラーのネレや立ち回りは、平均かやや下振れた感じかな。じゃ、お待ちかね。報酬と行きますか。ふむ、レア銃が2本ですか。性能はお粗末だけど、溶かすように持っておこう。ふう、ちょっとぐだるかと思ったけど、最低限のお守りで10分針出せてよかった。ここから弱点特攻を積めば、数分は早くなるはずです。弱特があれば、転倒も取りやすくなるからね。あんまいないかもですけど、最近始めた方の参考になれば幸いです。身も蓋もないこと言うと、なんとか DLC に参加した方がいいとは思う。絶対に他者の力が必要になっちゃいますけどね。では、今回はこの辺で終わるよ。ほいじゃ、次の動画で。またね。